はい、今回はね、以前私がインドで旅をした時に出会ったね、男性のお顔をイメージしながら描いてみたいと思います。いつもの通りね、まずお顔の形にあんまりとらわれないんで、周りからウェットウェットで大きくね、のびのび色を置いていきましょう。ね。この方はね、とってもいい方でしたね。今でも思い出に残ってます。はい。少し、この方ね、私の方、あるいは見る皆さんの方を下からね、ちょっとこう、振り仰ぐようなね、そんなポーズで、お顔がね、見えてますよ。今、明るい花の形を描いてます。そして、このほっぺですね。はい。もう乾かないうちに色をのせていきますよ。ね。この方はいつも外でお仕事をしているので、とてもこう、日に焼けたね、そういう肌の色をしています。でもやっぱり健康的な赤やね、オレンジの血の色が優先的ですね。そして影の面に少し、ね、グリーンとかブルーを入れたり、またこうね、ひげとかね、額のシワとか、それはひっかいて描くんですね。これは、いわゆるターバンというものでしょうね。頭に、ピンク色のね、布を厚く巻いています。とても暑いところですからね。私が訪れたのも4月の下旬だったかな。もう気温がね、外では50度近くなっちゃうんですね。とってもね、スケッチするの大変だったけど、楽しい思い出がたくさんあります。こうやってこのね、ターバンはどうやって巻いてるのかよくわからないんだけども、こうやってね、布を巻いたこういう巻いた感じとかね。でもやっぱり日向日陰の立体が優先ですね。さあ、少しこうね、形が具体化してきたでしょ。こういうとこもちょっと引っかきます。この顔のね、シワとかね、そういうとこをこう引っかいて紙に傷をつけるとね、うまく描けるんですよ。ね、こっち顔の側面ですね。実はこの方ね、知り合ったのは、この方ね、こう人力車っていうかな、そういうね、車を引く方でした。ね、私が道をね、スケッチブック持ってね、荷物背負って歩いていたら声をかけてくれたんですね。そしてこの方の車に乗せていただきました。だからこの方ね、僕よりも下の方に、お顔が見えるんですね。そしてお客さんとか言ってこうね、優しい顔で振り返った時のそういうポーズですよ。さあね、ターバンもここもね、このくらい色はしっかりと。それから耳の形もね、やっぱり大事ですね。はい。これがね、体の面、こっちが背中の面です。今ね、お客さんどうですかってこっちを振り返ってるポーズですよ。僕を乗せてくれてね、人力車を一生懸命引いてくれました。はい。優しそうなお顔でしたよ。ここは筆を割っておひげを描きましょう。もうインドの方は男性ね、こうやって立派なおひげを皆さんね、口の下に蓄えてるんで、鼻の下に蓄えてるんですね。
んだんお顔がね、立体に見えてきたでしょ。さっきナイフで引っかいたとこもね、顔のいいシワになったでしょ。なんか優しそうな口元です。はい。さあ、目のあたりもね、ちょっと絵の具を取って、今から描いていきましょうね。ね、この方、ね、僕はこの方が引く車の上の方に座ってますので、僕をちょっとこうね、目線でこっち見てますよ。皆さんもそういう気持ちになって、ね、これを見てください。額にもね、ちょっとシワが刻まれてます。これも引っかきですね。さあ、目元にこうやって暗くして、こんなちょっとね、もうこの方の長いまつげなんかも描くといいかな。ね、あら、お花のとこ、また血の色ですよ。赤く入れます。もう一生懸命ね、僕を乗せて車を引いてくれたんですけども、少し行ったらね、こう急な上り坂になったんですね。この方一生懸命もう息をはあはあ言いながらね、車を引いてくれて、僕ね、だんだん申し訳なくなって、僕ね、車を降りて、そして一緒に車をね、後ろから押しました。はい。ねえ、その時ね、サンキューって言ってくれたんですよ。そういう優しいね、車引きのね、おじいさんというかお父さんというか、そういう方ですよ。あ、ここのね、こんな風にターバンのとこね、aquíちょっと日向光描き起こします。こっちの上はちょっとね、ガッシュで明るい調子をちょっと加えて、もっとね、立体感を作ってあげます。ここもそうですね。はい。この立派なウィーケンドも少しガッシュで描きましょう。さあ、ねえ、車を引いてくれたこの方はまだお元気かな。こんな風にこっちを見てくれたんですね。ね、車を押してくれてありがとうって。ね、この方頑張って優しい方でした。こうやってちょっとブルーをね重ねると一層色が深くなりますね。さあ、できたようですから周り剥がしてみましょう。どうかな。はい、出来上がりです。はい、書き上がりました。どうですか。各手順見てていつも島崎こうやって人物画なんか描くとね、なんか途中までよくわからないんですけどって言われちゃうんですけどね。島崎もね、あんまり最初からこう形を決めてからないですよね。やっぱり人物画描いたって、こう見たかな。人物画を描いても、やっぱり水彩画としてのね、良さがなきゃいけないしね。はい。このね、車を引いてくれたこの方まだお元気かな。もう柴崎も何年前だろう。ね、インド行ってみたいと思って、チケットとても安かったんですよ。それで、いいや、これはとても安く行けるし、と思って行ったら、ものよく調べないで行ったもんですから、なんとそれがね、インドで一番暑い季節でね、もう外で言うと50度ぐらいあるんですよね。もうそんな中で、柴崎はホテルからね、タオルを持ってきて、そこにお水ジャージャーかけてね、体びしゃびしゃにしながら絵を描きました。もうそうもしなきゃ倒れちゃうのね、暑くて。そんな中でね、一生懸命車を引いてくれたね、もういくら、そこで生まれ育ったと言ったって大変だったと思いますね。お元気かな。あと後日談がありましてね、柴崎に帰ってくる飛行機の中で、っていうかそうじゃない。もう最後の日に
明日でホテル出るんだなと思った時にね、前の夜に食べたも悪かったらしくて、もう大変な苦しい思いしまして、もう半分気を失ったような状態でね、日本に帰ってきた。そういうふうな、もう記憶も、この日に合わさってあるんですよ。はい。ね、でもとってもインドの方も素敵ですね。お顔がね。はい。さて、ね、お話が長くなりましたけども、あと、いつももう皆さんにはお願いというかね、お話してるんですけども、あなたにね、チャンネルメンバーシップのお誘いのお話です。はい。柴崎はチャンネルメンバーシップをね、やってるんですね。これは、もうどなたでもこのメンバーに入れることができるし、そこからね、もうたくさんの特典があります。ね。その、一番大きいのは、例えば柴崎はね、声を書く、この過程を、ね、1から10までノーカットでお見せしてます。今回のこの絵もね、書くにやっぱり、どんどんね、4、50分かかってるんだね。で、それを10分ぐらいの動画にまとめるには全部カットしてるんですよ。それをね、ノーカットでお見せします。それが月に2回ぐらいね、違う絵を描いてお見せします。同時に、その時にね、チャットという形式で、あなたと直接お話もできます。ねえ、素敵でしょ？だからね、ぜひ、チャンネルメンバーシップ、お待ちしてます。はい。ということで、もう一回ね。少し、で、上からちょっと見上げて、この車引きのお父さんじゃない、もうおじいさんかな、ね、おじさんが、僕のふって振りまいて、ね、ここでいいのかいみたいなね、そういう会話がね、聞こえてきそうな絵ですよ。はい。ね、もしよかったらね、ぜひ顔の描き方もやってみてください。さあ、ね、今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。またすぐにね、あなたとこのね、レンズを通してお会いしたいと思います。それまでお元気でね。はい。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。